じゃあその歌をやりたいって思った決意とか、その自分の正直な気持ちに対して何をしてこれたか、何ができたかっていうのを今簡単にね考えてみたいんですけど、歌に挑戦してみたいって思って、それで、その先にっていうか、なんて言ったらいいんだろう。それに付随する目標っていうのも何個かあるんです。例えば、これこれのミュージカルに出るとか、この人と一緒に仕事をするとか、そういうのもあるんですけど、その、趣味で私は歌が上手くなりたいと思ったんじゃなくて、こうやってミュージカル、テニスの王子様みたいなに出るとか、そういう仕事にしたい、仕事っていうか、仕事っていう言い方もなんか自分の中であれなんですけど、要するにそう歌で生きていきたいって思ったんですよね。だけど自分はじゃあそれを叶えるために何ができたかって考えると、まず大きな一歩できたことっていうのは歌を習いに行ったことです。ボーカルレッスンの体験に申し込んだことです。多分これはその本心に気づいてから1週間以内に申し込んだと思います。なんか最初はその目標を直視することが怖かったんですよ。だって私人前で友達と言ってもカラオケ歌ったことないし、本当にこうみんなで楽しく嵐のハピネスとかこうマイク回しながらなんかこううまさとかじゃなくてノリで歌う時も絶対に歌いたくないと思って人に渡すみたいなぐらい、その歌を聴かれたくないっていうか、好きなんですけど本当に好きで家ではもう時間のある限り、例えば大学に行けてない時とか大声で歌ったりしてるし、歩いてる時とかもね音楽聴きながら歌ってるし、歌は好きなんだけど好きな一方で自信はないというか、上手だとは思ってないし、人に聞かれたくないって思ってました。だからだけどできるようになりたいんですよ。できるようになりたいとその時思った。歌いたいって、歌で感動を届けたいって思ったから、じゃあ今の自分のそういう歌に対する好きだけど聞かれたくないみたいなそういう状況からどうなっていけばいいかって考えた時に、絶対に人の力を借りたいって思ったんですよ。自分一人じゃ練習しても、自分一人じゃ限界があるっていうか、絶対にそのプロの世界に行くんだったら助けを借りるべきだと思って、もう思い切ってもう何も考えずに本当にネットで検索して、多分一番上か2番目に出てきた学校に申し込みました。体験レッスンで、学校の
合唱コンクールとか皆さんも経験ある方多いと思うんですけど、そういうので歌うのとは別に自分の歌を聴いてもらうっていうのは、その体験レッスンが初めてでした。で、まず体験レッスンに申し込めたっていう行動を起こせました。で、次にその体験レッスンにおいて、簡単にね、どんなことできるようになりたいですかとか、例えば歌を習いに来ましたかとか、それともギターですか、ピアノですかとか、いろいろやってるスクールなのでっていうのを書いたり、あとどういうことができるようになりたいですかとか、そういうのを聞いてくれるんですよ。紙で最初はこっちの要望をね聞いてくれるんですけど、そこにそこに自分が思っている目標をかけたっていうことが結構大きいかなと思って、やばい、泣きそうなぜかここで泣きそうその紙ってアンケート形式だけど、もちろん名前書くし、自分のためにレッスンしてくれるわけだから、先生とかスクールの人も見るわけですよ。だから心に秘めてることを秘められないっていうか、人に言うってことなんですよ。私はこうなりたいですっていうの。だけどでもあまりにもその時の自分の実力と夢っていうのがかけ離れすぎてる。最初ってそうじゃないですか。のって結構書くの難しいかなって思うんですよ。本当はこんな風になりたいけど、お前なんかがみたいな、このレベルでみたいな思うこともあるだろうなっていう風に思って、それは難しいよって、もうそこで決心から1週間で無理って言われるかもしれない、そういうかもしれないじゃないですか。初対面だからどんな人かもわかんないし、どんなスクールかもわかんないけど、だけどそこで、自分はすごい大切なっていうか感謝してる俳優さんがいて、その人と一緒に仕事をしたい、それができるぐらいうまくなりたい、ミュージカルに出たいっていうことをかけた、人に言えたことが、その目標を叶えるにあたって最初のすごい大きな行動だったかなって思います。やっぱり自分の人生なわけだし、自分が遠慮したって自分にいいことって何もないと思います。思うし、自分の本心を言えないってことは、相手を信頼できてないってことだと思うんですよ。悪口を言う人かもしれないと思ってるみたいな。でもそうじゃないっていうのを、人は優しいっていうことは、私は大学辛かった時間の中で学んだから書けた
けました。人に言われたぐらいでね、諦めてたってしょうがないし、叶わないよって例えばね、とか、難しいよとか厳しいよとか言われても、そんなこと知ったことじゃないっていうか、やってみないとわかんないし、書くだけ書けばいい。まあ書くだけだからね。書いたら、書くだけだから。本当に協力してほしいと思ったから。自分が下手なの分かってるから、下手って言っちゃいけないんだった。協力してほしいと思ったから書けました。で、ちょっとだけ脱線するというか、目標には関連した話なんですけど、目標を紙に書いたり人に言ったりすることってすごい効果大きいと思ってて、もしかしたら一番目標を叶える上で大切なんじゃないかって自分の場合はね思ってるんですけど、その自分がじゃ今まで目標を叶えてきた経験、大きい目標、特に大きい目標を叶えてきた経験を考えたときに、やっぱ自然に言ってたんですよね。ここ行きたいとか、私3年後にこれするんだみたいなとか、こうしたいってことを言葉に人に言ってた。まず人に言ってたっていうのが一番効果あったって今思ってて、一つは本当に何も恥ずかしいとか、それお前にはでかすぎる夢だよっていう、そういう自分の位置と現在地とその目標の遠さすら分かんないぐらいだったから、何も恥ずかしくもなく普通に私ここ行きたいんだ、憧れてるんだって言ってた。周りの親とか自然にテレビでその行きたいところが映ってたら、ここだみたいな感じでみんなも美里が憧れてるとこだねみたいな、ちょっと鼻水すいませんみたいな感じだし、そこに関連するものがあったらこういうのあったよって教えてくれたりとか、協力してくれたり応援してくれたりっていうことがすごいあったのと、一つはそういうことで、もう一つはなんて言うんだろう、勝手に自分が宣言してたことで、高校の入学して自分のクラスの最初の自己紹介で言ってたっていうのがあって、普通自分の名前、好きなものとか、こういうの好きです、同じ趣味の人いたらよろしくお願いしますみたいな感じだと思うんですけど、好きなことに付随して、これしたいと思ってますみたいな言ってて、それって期限が決まってるたことで、実は高3の冬にこうしていたいっていうのを決まってて、それを高校入学の最初にすごい調子乗ってたのもあって、クラス全員担任も含めてに言ってたんですよ。で、言った後はこれ言う必要あったみたいな、みんなが私に対して知りたいことじゃなくないみたいな、何言ってんだろうとか思ったけど、でも3年後叶った時に、あの時言ったからだっていうふうにすごい思ったんですよね。言えるほどなんて言うんだろう、当然のことだと思ってたっていうのもあるし、みんなに言っても絶対に、例えば叶わなくて、いやお前あれ言ってたけどどうなんみたいならない、絶対そうなるって叶えられる自信もあったし、叶えるっていう
決意も強かったなっていうのがあって、やっぱ人に言えることと目標を叶えることって割と相関関係、因果関係、わかんないけどなくはないと思うんですよ。っていう経験があるから、今回歌を始める時も、ただちょっと実は歌あんま得意じゃないんですけど上手くなりたくてっていくんじゃなくて、自分の実力は正直ここなんですけど、ここに行きたいんです、そのために来ましたっていうのを言えたのはすごい大きかったと思います。でそっからは、問題はそっからですよね。一歩目踏み出せたことはすごいいいことだと思うんです。最初の分かれ道っていうか、私も歌えるようになりたいなってミュージカル見るたびに、こういう風になりたいな、いいなって思っていくのと、いやミュージカル見た時とかに、いや私はここに行く道を選んだんだと思って、でこっちがミュージカルに出る道につながってるのと、そこの一歩を踏み出せたことはすごい大きいと思うんですけど、じゃあそこから叶えるために具体的に何をしてこれたかっていうと、